こんにちは。ゴルフをしようのあらちゃんです。今回のテーマはごく基本的なスカイトラックを使った練習方法です。最近はプロを含め多くのプレイヤーがインドアでのスイング作りと広い野外でのレンジを併用して練習する方も多くなりました。インドアでの数字を意識した練習機器も多種多様にありますが、基本となる数字の見方などは近いと思いますので、参考までにご覧いただければと思います。まずショット前に表記される数字から見ていただきます。この黒い丸の数字がヘッドスピードです。その左隣中央がクラブ選択ですね。その左隣がボールの初速、その左側の数字がバックスピン、ボールのバックスピンの回転数ですね。少し右側に戻って、先ほどのヘッドスピードの右隣がボールのサイドスピン量、その右隣の矢印がボールの打ち出し方向の角度です。このショットの場合はターゲット方向に対して右に4度の方向に打ち出しています。一番左端の下に飛びますボールの打ち出し角度ですね。左上の黒い四角の中の表記ですが、この数字がキャリーでダイレクトに着地した距離です。その上に大きく表示されている数字がボールが着地して転がったランを含めたトータルの飛距離です。右端の黒い四角の中の表示がターゲットをまっすぐ狙った時にボールのランを含めた着地点と何ヤード左右にずれたかを表示されています。そしてこの線がボールの弾道のシミュレーションです。この線はクラブの番手によって表示される色が変わります。このスカイトラックやインドアでの数字が表示されるシミュレーターを使ってスイング改善の反復練習とは別に取り組める練習をご覧いただきます。ミート率は多くの方が意識されていると思いますが、このボールの初速割るヘッドスピードの数字がミート率と言われる数字です。アイアンの数字から入るよりもパターを除く13本のクラブの中で最もロフト角が立っているクラブがドライバーです。ドライバーのミート率の数字からイメージしていただいた方が分かりやすいので、ドライバーの数字から専門的すぎずにざっくりと自分で練習してパッと見て判断できる程度の見方として説明します。このミート率の最高値はボールのルールでの構造上 1.56 とされています。クラブのボールの捉え方によっては 1.57 以上が出てしまったり 1.6 以上の数字が出る時もありますが、ほぼ現実的ではないので、ドライバーで 1.4 以上の数字が出ればいい方だと思っていいと思います。ミート率が 0.1 上がると約5ヤードの飛距離が上がるとされていますので、特にドライバーはこのミート率を意識するといい練習になります。練習中は体に動きをすり込ませる反復練習がメインの時は多々あるので、自分の大体のヘッドスピードで計算して覚えておくといいかもしれません。パターを除いた13本のクラブの中間のクラブ、6番、7番、8番アイアンの自分でよく練習に使うクラブとドライバー、とりあえずはこの2本のざっくりとした数字を覚えておくといいでしょう。1番ウッドならばヘッドスピード35のプレイヤーならばボールスピードが 50.7、 ヘッドスピード40のプレイヤーならばボールスピード58、ヘッドスピード45のプレイヤーならばボールスピード 65.25 などですね。この計算で 1.45 のミート率ですが、より高いミート率を目指して練習することはいいと思います。プロの7番アイアンのミート率の目安は 1.30 から 1.35 と言われています。一般のゴルファーの場合は 1.25 から 1.29 のミート率を目安として、より高い 1.3 以上のミート率を目指してもいいと思います。ちなみに簡易式のショット前にすぐに計算している機器もあります。違う練習場で見た目の距離感やボール自体の違いがあっても自分の基準を照らし合わせやすいので便利です。次に意識したいのは
この四角の中のデータです。これは最終的にボールが止まった地点ですが、まっすぐに狙ったとして左右に何ヤード地点に着地したかを意識したいですね。かなりざっくりと日本のグリーン面の大きさの平均値を想定したとします。横幅26ヤード、縦32ヤードと想定したならば、左右13ヤード以上の着地点はグリーンからこぼれ、実際のコースだったら次のショットはアプローチになるというイメージですね。7番アイアンの練習ならば、私としては2ピン以内約6ヤードを目指して練習したいと思っていますが、この目標は自分の設定を作って課題として克服することをお勧めします。クラブが長くなればそれだけこの横のブレも多くなりますが、各クラブで体の動きの反復練習以外の時には意識したいポイントです。自分のよく行くコースのグリーン面を想定してイメージトレーニングとして使うこともおすすめです。この四角の方向と横のブレの数値で自分がターゲットに対してのアライメントがちゃんと構えられているかも試されるので、この四角のデータの方向に打てるアライメントの練習を意識することもいい練習です。ただし絶対に機械のまっすぐに合わせるという練習ではなくて、練習場自体の景色やマットの方向、近い距離のネットにぶつける練習になるので、ターゲットに対する目線が慣れるまでは機械の方向を自分の打ちやすい方向に合わせる方が迷いなく練習できると思います。添え付けの大型の機械では自分の見やすい方向に合わせることはできませんが、スカイトラックなどの移動しやすい機械はユーザーフレンドリーでもありますよね。次にこの左端の四角のデータです。左下がキャリーでダイレクトにボールが落ちた距離で、その上の大きな数字がラン、転がりを含めたトータルの飛距離です。その右下の小さな数字は練習を始めてからのアベレージの飛距離、全ショットの平均飛距離なので、個別のクラブを練習するときに平均的に再現性を確認するときにリセットして使用するといいと思います。ほぼ一般的には使わないことが多いですね。そしてこの正面の弾道イメージの映像を見ながら、マイショットパッと見て判断しやすいポイントを今回は確認していただきました。バックスピンやサイドスピンを意識した練習や打ち出し方向、打ち出し角はまた次のテーマにご覧いただきますが、今回のヘッドスピード、ボールの初速、それに伴うミート率、ボールの着地点、キャリーとランを含めた飛距離、そして弾道イメージのこの辺りが広い練習場でも意識している部分でもあり、打って自分のボールを見て分かる部分でもあります。今回ご覧いただいたデータを意識した練習をよりリアルに置き換えると、アイアンでグリーンをイメージしていただきましたが、左に引っ掛けたフックボールの飛距離は出やすいので、グリーンの左奥に外す可能性が高くなります。その時に残るアプローチショットは下りのアプローチになるので、グリーンのアンジュレーションやピン位置によっては外してはいけないエリアになりますよね。またキャリーの飛距離がグリーンのエッジを越えないショットは手前のバンカーに入ってしまう可能性が高くなります。ドライバーのショットのイメージならば、このミート率や弾道の安定感、飛距離の再現性のショットを基本として、この左右の幅がおおよそ60ヤードほどあります。このエリアに左ドッグレッグホールや右ドッグレッグホールを想定して、例えば松の木でセパレートしているようなシチュエーションで2打目にグリーンを狙えるセカンドショットをイメージして、ドライバーをどういうショットを打つかをイメージして練習するのも楽しく真剣味を増して練習できるのではないでしょうか。今回はごく基本的なスカイトラックを使った練習方法でした。気に入っていただけた方はグッドボタン、チャンネル登録いただければ幸いです。ご視聴ありがとうございました。